余白のアートフェアっていうタイトルでやってるんですけど、その広野自体が復興の前線基地だったっていうところもあって、結構周り見てみると、これからなんかいろんなものがここから始まっていく、本当に余白があるような感じがしたんですよね。でまだすごい有名ですごい人がたくさん来てて、そういう場所ではないんだけれども、そういう未来へのポテンシャルがすごいある場所だなっていうふうに思って、アートフェアって型が決まっているパターンも結構多かったりとかするんですけど、もうちょっと開かれた、みんなが楽しめるようなアートフェアを作りたいなっていうふうに思っていて、このアートのど真ん中、現代アートはこうあるべしみたいなものだけじゃなくて、アーティストが参加できる。で、来た人がそこにすごいフラットな感じでコミュニケーションを取れるような、そういう余白にあふれたアートフェアを作ろうかなってアートの方からも思ったんですよ。でそれを2つ掛け身を掛け算して余白のアートフェアっていうふうに決めました。一番大きな理由はやはり広野町でやるっていうところで、新しいチャレンジの一つとして去年から実は福島中央テレビの方でゴシテレ中という番組の月曜日にやってるオチロンのゴミ拾いっていうコーナーをやらせていただいておりまして、で福島をまずモンゴルから来た画家がきれいにするっていうちょっと変な企画ながらでもすごく福島に対してできる限りのことをしたいなっていう思いでやってるっていう中で、今回のお誘い来た時にもうそれをぜひちょっと参加したいっていうことで参加させていただきました。他の場所でやるのと全然意味が違ったアートフェアかなと思います。地震が私の人生も大きく変えているので、この場所は本当に特別な場所で、ずっと心に留まっていたことと向き合うために来ました。東日本大震災と原子力事故の町として避難指示を出しましたので、広野の場合は半年間9月30日になって、じゃあ帰ってくださいって言って帰れるかって言ったらそうじゃなくて、ここからインフラ整備を始めたので、なので実際に住民の方に帰還できますよって言ったのはまず1年後です。現在9割方、実際に9割ぐらいになるのは6年から7年ぐらいかかってます。その間、震災から5年ぐらいの間っていうのは本当に2割とか3割しか人は帰らなかった。インフラも治ったし、健康被害の心配ない災害公営住宅を作ったりとか、いろんなことを町はやってきました。でもそれと帰る条件っていうのはイコールじゃないんですよね。この地域に5つの県立高校があったんです。でそれが震災によって一番被害が少なくて線量にも特にきれいになった広野に作りましょうということで、一つ学校ができました。受付で手伝ってもらってる双未来学園っていう学校なんですけど、そこができて、その子たちが通学するようになってから急激に住民が帰ってきたんです。これ何なんだろうと思うんですよね。潜在的になんですけど、目に見えるものが色がついてなかったんですよ。どちらかというとモノトーンにしか見えてなかった。それが高校生が通うようになってから急に色がつきました。私たちが見てたのは土とか壊れた瓦礫とか、自分の中にもっと用も日曜もなくて、朝も昼も夜もなくて、一日中一年中そういった風景なんですよ。朝おはようございますっていう声が駅から学校までのちょっとした距離だけなのに、そこにすごく色がつき始めて、いろんな地域活動とかにも関わってくれて、そういう活動が実は住民の方に響いて取ろうじゃないかっていう雰囲気を作ってくれたんじゃないかなと。それを一応子どもたちが街を作っていった。私の感覚としては本当にその高校生がこの地域を復活させたんじゃないかなって言っても過言じゃないなと思います。まさにね、今日も受付やっていただいてますし、その審査、公募の審査も入ってもらって、めちゃくちゃね、楽しそうにやってもらって、アートってもっとね、距離があるような感じするじゃないですか。すごい身近に感じてもらって、それが力になっているような感覚があるので、これはすごい嬉しいですよね。でもこれってスタートラインじゃないですか。確かに大きな建物を建てましたとか、そういうことじゃないってことですよね、街づくりってのは。第一の芸術祭がそのきっかけであり、アートって
そういう力あるんだなと思って継続がね多分大事だと思うんで、アートとその地域のつながりってなんか単発で終わらないように何かね広がっていくといいですよね。町として予算も限られているので、行政としてやれるやつを、できる限り継続してやる、そういった時に誰も納得してもらうってそう簡単じゃないんですよ。大体の人は納得しないんで、そうですよね。あとアートですよね。何言ってんだっていう、そういったことがすごく大きいんだけど、誰か一人でも二人でもファンになる人がいて、その人が熱烈ファンになってくれれば、いろんなものを動かす力になると思って、地道に続けることで、そういったものが本当に表に出て、権威役になってもらえたらなと。自分じゃ見ないような作品とかもたくさんあって、結構その審査するのが楽しかったり勉強になることがあったので、とてもいい体験ができたなと思いました。初めてです。結構いろんな作品がいっぱいあってそれぞれ違うのでなんか楽しめました。これを機に広野町でももっとこういうアートの町としてもっと売り出してもっとこういうイベントが増えていってもらえたらすごく嬉しいなっていう感想が率直なところです。実際彼女のご両親がチェルノブイリで被害を受けていて、で我々が被災地から復興をテーマにっていうところで掲げている部分にシンクロしていただいて出していただいたということですね。Hi Hirono! Hello everyone! My name is Maria Proshkovska. The main reason for me to participate and support Marginal Art Fair Hirono is the interconnectedness between Chernobyl nuclear power plant disaster and the Fukushima nuclear power plant disaster, and the commonality of experience between Ukraine and Japan, and at the same time the commonality of this ability to recover and rethink this traumatic experience and ability to move forward. うちには広野の土を使ったポセミもいるんですけど、今回三が日に自主的に広野の町に来て初日の出を写真に撮ったんですね。今回この町に来たからできた作品っていうものを展示させてもらってます。アート界で生きていくのに厳しいこともいっぱいありますけれども、まずここで出会ったことは温かいことの方がずっと多かったです。余白のアートフェアとても楽しかったです。いい経験になりました。絵描きがたくさんいると思いました。福島広野最高。とても楽しい合宿でした。またお願いします。参加できて嬉しかったです。ありがとうございます。また来年もお会いできたらいいなと思っています。今後もたくさんの人が来てくれるようなイベントになってくれたらいいなと思います。ただ皆さんのお力のおかげでエネルギーにあふれた01になったんじゃないかなというふうに思っているので、おそらく今年だけじゃなくてこういうのってやっぱり継続していくことが大事だと思っているので、来年以降も広野とアートの形はつながっていくと思うので、ぜひこれをご縁に皆さん仲良く広野と関わりを持っていければいいなというふうに思ってます。今回は皆さんありがとうございました。